本郷。こっちだ。愚問だな。本屋に来ているのだ。本を探しているに決まっておるだろう。そういう本郷こそどうしたのだ。だからそれは分かっている。いや、すまない。お前と本屋という場所が結びつかなくてな。これは失敬。しかし城の書庫室では一度も本郷にお会いしたことはなかったと思うのだが。ハードルとは何だ。そうではなくて、ハードルとは何かを尋ねておるのだ。面倒になって適当な返事をしたな。天の世界では誰でも知っていることだから、いちいち説明するのが嫌になったのだろう。まあいい。私も逆の立場で質問攻めに遭えば辟易としてしまうだろうからな。それより書庫の本は難しすぎるということだが、実際何冊か手に取ってみたのか。なるほどな。それでのんからここを勧められたわけか。見ての通り小さな店だ。ここを知る者は少ない。だが品揃えは文句なく読書家の間では有名だからな。ああ、あやつにここを教えてやったのは私だ。はあ？それは一体どういう意味だ？バカを申せ。私は神でも仙人でもない。大軍師などと言われようが、所詮は人間一人の考えることなどたかが知れているものだ。知望というものは蓄えた知識の中からどれだけ的確に状況に応じたものを選べるかどうかという、ただそれだけの力だ。つまり知望の力を高めるためには常日頃から書物に親しみ、知識を深めておかねばならんのだよ。私を何だと思っていたのだ、お前は。そんなものは神しかおらん。しかしそれを言うなら私こそお前を万能人だと思っているのだがな。天の使いのお前こそが。そうか？どこにでもとな。5の国中、いや
大陸全土をくまなく探してもお前の言うただの学生など他にはおらんと思うぞ。いいか、お前が天でどういった存在だったかはこの際関係ないのだ。重要なのはここではない別の世界からお前が来たという事実。お前の持つ知識はおおよそ私の知らないことばかりだ。それだけで私にとっては万能人だと言えるのさ。ん？うん、それもそうか。なんとも逆知らなことを言う。ああ、そう思えるのはいいことだ。簡単なようでいて案外難しい。どうした？本郷は今の自分の運命を嘆いているのか？ただゲームとは何だ？ああ、そうとも。この世界にも面白い話はたんとある。本郷が字を読めるようになった暁にはおすすめの本をお送りしよう。うん。それはなんとお前のことのようだな。その少女に比べたらお前の体験していることなど大したことではないような気がしてくるな。どういう意味かな？まあいい。それで少女は冒険を終えて最後はどうなるのだ？夢？せっかくの物語なのにそれは少し寂しい気がするな。お前が今いる世界も夢だと思うか？しかし少女の物語は夢だったのだろう？
本郷。いつかはぜひ聞いてみたいものだな、本郷和人の自叙伝を。こちらの世界に来てから本郷が何を感じ何を思ったのかも気になるが、やはり出会う前の私が知らないお前のことが知りたいな。ああ、もちろんだ。生きているということだけで十分にすごいことさ。特にこの世界ではな。楽しみにしていよう。口の減らないやつだ。うん、読み書きの話だな。それは良い心がけだ。そうだな。これならばどうだ？そうだ。何か問題でもあるのか？これは立派な教本だ。子供もこれで文字を覚える。絵付きの本だから文字が読めなくても内容は理解できるだろう。なんだ、不満なのか？手習いの始めは何事も幼稚なものだぞ。幼稚だからこそ身につくのだ。それでしっかりと勉強することだ。そのうちまた新しい本を選んでやろう。よし、その心意気だ。本郷、あのな、その絵本なのだが。そうではない。その本は少年が別世界に飛ばされてしまう話なのだ。先ほどの話に出てきた少女のようにな。ただし終わり方は大きく違っている。内緒だ。ダメだ。知りたければ自分の力で文字を読み確かめるのだな。
ああ。いいから早く会計を済ませてこい。読めたらな。わかったから、ほら早く行け。ああ、またな。